ハンカチコレクションを紹介します。このハンカチの量は多い方なんでしょうか、普通なんでしょうか。こういう状態で引き出しに入ってるんですけど、だいたい手前にある側から使ってって洗い終わったら後ろにしてっていう風にして、手前にあるやつでその日の気分とか服装に合いそうなものを選んで持っていくっていうスタイルでやっております。ハンカチのこだわりみたいなのはあんまりなくて、ただ学生時代はタオル地が好きだったんですけど、今は割とこういう綿っていうんですかね、綿の薄いのが好きで、そういうのばっかりですね。ハンカチは主に5つのカテゴリーに分けられそうなので、それごとにちょっと話します。まずこのハンカチコレクションの大半を占めてるのがこっちのビビアン・ウェストウッドのハンカチなんですけど、これは私ではなく母からの贈り物ですね。全部多分学生10代後半ぐらいだと思うんですけど、誕生日プレゼントに欲しいものがなくて、それでもうハンカチでももらえればみたいな感じでハンカチを買ってもらったところから、もうずっと誕生日にはハンカチをプレゼントしてくれてて、あとお祝い事とかなんかめでたい時とかにハンカチをプレゼントしてくれてまして、多分1枚1000円ぐらいなのかな。柄が被らないようにいつも選んでくれているようです。でこれがビビアンのハンカチ。これがスイミーっていうところのハンカチなんですけど、こういう宇宙柄とかアパートの小窓をイメージしているのか、窓から覗く人たちの絵が描いてあるやつとか、宇宙人のイラストとか、私が大好きな馬の柄とか、そういうちょっと他では見ないようなイラストとかがスイミーには多いので、ネットで買ったりお店で買ったり、スイミーのハンカチってセレクトショップに置かれてたりとかするので、それぞれ別の場所で買ってるかな。でこれスイミーのハンカチです。こちらがヴィンテージのバンダナです。ヴィンテージのバンダナは主に大判なので夏に使うことが多くて、これは多分どっかの動物園の USA の何かですね。これは色合いが可愛くて買ったやつです。ちょっとこのコアラとか不気味可愛いのが好きです。これまた違うヴィンテージショップで買った牛のイラストが入ったバンダナですね。牛柄と牛のイラストが入ってるっていうところが可愛くて、これは一目惚れでした。これが22ぐらいに買ってるから、もう10年以上前に買ったやつなんでちょっと色が褪せちゃってるんですけど、これもバンダナです。続いてこちらが美術展とか旅行先で買ったやつです。これは好きな写真家の石川直樹さんが撮影した山と馬の風景写真をプリントしたハンカチ。石川直樹さんが登った山の記録が刺繍で施されてるのをプリントしたハンカチ。くしゃくしゃで、この2枚は岡山の倉敷に旅行に行った時に購入したハンカチです。でこれは彼と金沢旅行に行った時に泊まったモモ5というホテルで売ってたハンカチです。でこれはミッフィー店で買ったハンカチで、これはデイビッド・ホックニー店で買ったハンカチで、これも結構気に入ってるんですよ。デイビッド・ホックニーが描いた絵がプリントされてるやつ。最後が、ちょっと何のくくりにもならなかったけど、これはバルっていうアパレルブランドのハンカチで、この色合いも結構気に入ってて、このミッフィーはガチャガチャでゲットしたやつです。以上が私のハンカチコレクションです。2025年のガチャガチャでゲットしたポーチとキーホルダーを紹介します。こちらの箱に乱雑に入れてるんですけれども、まずポーチから。ポーチはですね、正直使っていないものもあります。
でももうガチャガチャそういうものではないと思っています。まずこちらがキティちゃんのポーチ、解決ぞろりのイシシのポーチ、ミッフィーの仲間のライオンのポーチ、後ろが太陽の柄です。タマフレンズのタマのポーチ、タマフレンズのゴンのポーチ、トットコハム太郎の大将くんのポーチ。これは他のよりも結構肉厚で、リップ3本ぐらいが限界なんですけど、肉厚で気に入ってます。ムニュのポーチ、これもリップ3本ぐらいしか入りません。でもこのキーチェーンみたいなのがついてるタイプなかなかなくて、これをトートバッグとかにつければ可愛いし、リップ入れとくのにちょうどいい。で同じくこれもムニュのポーチ、ちびまる子ちゃんの長澤くんのポーチ、これ結構使います。タマフレンズの名前ど忘れしたポーチです。ポーチは以上。いろんなポーチを使ってみて思ったんですけど、ガチャガチャのポーチはこの縦長のタイプがとても優秀。リップとか鏡とか入れやすいし、結構入るんですよね。であとはやっぱりこういう巾着タイプも融通が利くというか入れやすいです。そういう感じで続いてこちらのキーホルダー、お気に入りのキーホルダーをこの100均で買った金具にまとめてつけて、トートバッグとか、バッグにつけて持ち歩くことが多いです。こういう感じです。ガチャガチャにはまりだして1年ちょっとぐらい経つんですけど、最初にハマって集めてたのが食品系で、こういうね山崎パンの薄皮あんパンとか森永ミルクとか、これはお子様セット、あとこれカップラーメンですね。そういう食品系が最初にハマって、このブームが私の中で去って、その後はやっぱやっちゃうのは目印アクセサリーっていう、本当はこういう風にここにゴムがついてて傘とかにつけられるよっていう目印アクセサリーなんですけど、これのタイプがコロンとしててミニサイズが可愛くて結構やっちゃう。これも別の金具ちょっとついちゃってるけど、あっちゃう。目印アクセサリーはざっとこんな感じで、あとはやっぱこういうね幼い頃の記憶をくすぐってくる系ですね。頑固ちゃんのガチャガチャとかはやっぱやっちゃいますよね。あとパンダコパンダ、スターウォーズが好きなので、これハンソロとチューバッカなんですけど、女子人気はなさそうなガチャとかもやってます。であとはサンリオですね。マロンクリームちゃんが私は幼稚園の時一番好きだったで、マロンクリームちゃんかわいい。あとポチャッコとか、あとケロケロケロッピのプラスチックのタイプのやつとか、ブックファーストとか紀ノ国屋とか本屋さんのガチャで丸善が当たったやつ。これはミッフィー、ちびまる子ちゃんのまるちゃんのキーホルダー狙いで引いた漫画のリボンのガチャガチャで、子供のおもちゃのこれ主人公かな当たったんですけど、私子供のおもちゃ通ってなくて分かんないんですよね。これもサンリオマイメロですね。でこれはマティス店でやったガチャガチャに出てきたキーホルダーですかね。あとはトットコハム太郎のぬいぐるみみたいなキーホルダーみたいなやつ。このお気に入りが結局ガチャじゃないものが多くて、下北のビレバンで見つけたママンちゃんのキーホルダーで、これ東京アートブックフェアで買った本の形をしたセラミックのキーホルダーで、レゴのスター・ウォーズコラボのキーホルダー、これロンドンに旅行に行った時に買ったキーホルダーです。これがケンエレファントが出してたメカミさんっていう台湾出身のアーティストの方の人手のキャラクターのガチャ。これがローマに行った時に買ったキーホルダー。これが幡ヶ谷にあるサイボタニカルワークス
花屋さんと自転車屋さんが一緒になったところで買った恐竜のやつです。でもいろんな雑貨屋さんに置いてあるかも。これがちょいブスさんのキーホルダーで、足で後ろがちょっと鏡になってるやつ。これは友達がやったガチャで同じのが2個出ちゃったからって言ってくれたくまちゃんと、これは東京アートブックフェアで買ったキーホルダー。これは蔵前のあたりにあるディルピックルクラブっていうところで買ったキーホルダー。これは東京アートブックフェアで買った私が大好きな韓国のイウンジさんっていうイラストレーターの方のキーホルダー。これは東京駅の改札内にあるビニール東京っていうショップで買ったキーホルダーです。お気に入りはこの辺です。本当はこれもなんか飾る場所を作りたいなと思ってるんですけど、壁とかにかけておきたい。キーホルダーは以上で、なんか流行りに乗っかって日焼けキティちゃんの後ろ鏡になってるやつも2025年に買いました。これも気に入ってます。あとは番外編でミッフィーのミニポーチなんですけど、私は小銭入れにしてて、ここに100円玉入れてて、ガチャガチャ行くときはこれを持っていく。この辺りからはフィギュア、置物になるんですけど、これが E.T. これ友達にもらったやつで、これ自分で引き当てたやつ。これは私が大好きなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのキャラクターのロケット。これもめっちゃ可愛い。ギズモのフィギュア。この質感のやつが結構好きなんですよね。続いてザ・友達のフィギュアが結構ありまして、これが第1弾、3種類だけ集まったやつで、次第2弾、これとこれとこれ、これが第3弾の3種類。これは箱入りであったちょっとミニチュアバージョンのまた別ラインのやつなんですけど、これは1回だけやったザ友達シリーズは結構いっぱい集めちゃったんで、ちょっと第4弾とかが出たら困る。ザ友達シリーズは家のシルバーのウォールシェルフのところに飾ってます。そして私が大好きなキャラクターのマムアンちゃん。マムアンちゃんのフィギュアもたくさんあって、これは箱ガチャシリーズの3種類と、全部で24種類ぐらいあったうちの3種類です。で、これは全種類持ってるんですよ。家のコーヒーカウンターのところと、あと自分のデスクのところに置いてます。マムアンちゃんがこの4種類と、この犬猫のキャラクターマナオとララ、これでコンプリートです。あとはこのヘアクリップが、コジコジとカードキャプターさくらのスッピーとこのクマちゃんのやつ、これぐらいかな。あとカードキャプターさくらのさくらちゃんのフィギュアと、ムーミンのニョロニョロとミーのフィギュア以上がガチャガチャなどでゲットしたフィギュアとキーホルダーです。続いてマグネットコレクションを紹介します。これいつもはこの冷蔵庫とこのキッチンの棚の間のこっちに貼ってて、写真と一緒に貼ってるんですけど、今日は見やすいようにちょっとこっちに移動してます。マグネットは主に旅行先と美術展で買ってきたものと、あと友達にもらったものがあります。まずこれが国内で長崎、熊本、沖縄、名古屋で買ってきたマグネットです。この写真を入れたこのチープな感じにハマってた時もあります。これがジブリパークの中のお土産であった、マグネットガチャみたいな感じなんですけど、これがもののけ姫のヤックルですね。これはマティス店で買ったマグネット。
これがデイビッド・ホック2店で買ったマグネットです。これは友達にもらった大阪万博のどこだっけな、国ちょっと忘れちゃったんですけど、ピッピっていう物語のピッピちゃんが描かれてるマグネットと、あとこれも友達が買ってきてくれたグアムのマグネットです。これは同じ友達で、旅行に行ったらマグネットをお互い買って渡すっていうのをやってます。あとは海外なんですけど、これが24歳か5歳の時に友人と行った台湾で買ってきた台湾のマグネットで、これは夜になると光るやつです。蛍光黄緑みたいなやつです。これが最近友人と行ったベトナムのホーチミンで買ってきたマグネットです。これが最初に彼とロンドンに行った時に買ったグロスター大聖堂っていうハリーポッターのロケ地になっている教会で買ったマグネットです。こっちが2回目にロンドンに行った時にマーケットで買ったマグネットです。ここら辺がパリで、これがパリのモン・サン・ミッシェルで買ったマグネットで、これがブルス・ド・コメルスっていう安藤忠雄が建築再建に携わったのかなの建物のところで買ったマグネットで、これがパピエ・ティグルっていうパリと日本橋だったかな、パリと日本にあるショップで買ったマグネットです。でこれは彼が若かりし頃に友達と行ったパリで買ったマグネットで割れちゃってるやつ。これは彼がサンフランシスコに行った時に買ってきてくれたお土産のマグネットです。ゴールデンゲートブリッジっていうフルハウスのオープニング出てくる橋のマグネット。これがデンマークのコペンハーゲンで買ったマグネットです。でここの3つがイタリアに行った時に買ったやつで、これがローマ、ベネチア、フィレンツェで買った、これサンタマリア・ノベッラなんですけど、でこれがギリシャ買ったマグネットです。以上です。トートバッグを紹介します。以前もバッグの中身とバッグ紹介の動画で紹介してるんですけど、ちょっとだけお気に入りに変動があったのでご紹介します。トートバッグは毎年やっている東京アートブックフェアか海外旅行に行った時とかに買うことが多いんですけど、まず海外旅行で買ってきたもの、これはパリのイボン・ランバートギャラリーというところで買ったピンクのトートバッグ。こちらがコペンハーゲンのアトリエセプテンバーっていうカフェで買ったトートバッグです。こちらが読み方がわからないんですけど、コペンハーゲンのキッチン用品とかインテリア雑貨を扱っているショップで買ったんじゃない、これはお店の人にいただいたトートバッグです。詳しくはコペンハーゲンの動画を見ていただけると嬉しいです。ここからロンドンで買ったもので、これがロンドンレビューオブブックスという本屋さんで買ったトートバッグで、結構街が広くて気に入ってます。大きめのトートバッグ。これがブリックレーンブックショップっていう本屋さんで買ったトートバッグです。こちらがロイヤルアカデミーオブアーツというところで、大学かなで買ったトートバッグです。これがバービカンセンターというところで買ったトートバッグです。でここからが東京アートブックフェアで買ったものなんですけど、これが2024年の TABF で買ったトートバッグです。カラスがうるさい。これがフルーツホテル台北っていう台湾の方が出店していたブースで買ったやつで、ビルディングフィクションズっていう、これどこだっけな、オランダ、ちょっと国はど忘れしちゃったんで貼っておきます。買ったやつ、リレイテッドデパートメントっていうところで買ったトートバッグで、上海出身のニューヨーク在住の方がやっていたブースで買ったやつで、これが2025年に買ったので、これが2024年に同じところで買ったものです。だいたい服装に合わせて選ぶことが多くて、こういう大きいトートバッグはもうそれ1個で出かけることが多いのと、こういうペラペラのタイプはこれにカメラ機材とかを入れて、貴重品はまたミニバッグを別で持ったりとかしています。以上がお気に入りのトートバッグです。